どうもー、こんにちは。とりあえず前回までで私が気になった有名どころの新作の話をしてきたんですが、今回は少しマイナーなブランドに行ってみたいと思います。レイモンド・ウェイルって皆さんご存知でしょうか。1976年創業のスイスの時計ブランドなんですけれども、最近露出が増えてきていまして、実は私も去年知ったんですが、というのもジュネーブウォッチメイキンググランプリ2023でチャレンジウォッチ賞を受賞して話題になったんですね。チャレンジウォッチ賞っていうのは2000スイスフラン未満で販売されている時計の賞で、要は比較的買いやすい価格帯の時計でコスパのいい時計だっていうことで注目されました。で、その時に受賞したモデルというのがミレジムオートマティックスモールセコンドっていうものなんですけど、動画で取り上げたいなと思いつつできてなかったので、どういうモデルかっていうのをここで軽く紹介したいと思います。で、ミレジムなんですけど、名前はヴィンテージを意味するフランス語で、その名の通りクラシックでオーセンティックなデザインの時計でございます。特徴は1930年代の香りのするセクターダイヤル、そしてボックス風貌とヴィンテージテイストをしっかりと盛り込みつつ、現代的にスタイリッシュに仕上げた衣装です。シンプルなんですが、メモリやダイヤルの仕上げ、色を変えていて視認性がいいことに加えて、ダイヤル全体に単調さを感じさせないものになっているというのが好きなポイントです。で、このモデルが賞を取っただけあって、この価格帯では結構いい時計来たなっていう印象でございます。そんなミレジムなんですが、今年はというと、もう完全に売れ線を理解されたらしくてですね、しっかりめにコレクションを展開しにかかってるんですね。で、まずは去年賞を取ったモデルに新色を投入するっていう定石を踏んでます。追加されたのがブルーとグリーンで、この辺は最近の定番色みたいになっていますし、なかなかいい色だと思います。それから機能を追加したモデルも出してきていまして、ムーンフェイズ搭載モデルですね。ムーンフェイズ好きとしてはこれは見逃せない時計ですね。それでですね、特に注目してもらいたいのがムーンフェイズの月なんですけど、顔が描いてありますよね。こういう感じのムーンフェイズはブランパンのビルレのイメージがあるんですが、とにかくですね、この顔になってるっていうのがよりクラシックなテイストが加わっていいですね。ダイヤルも華やかになりますし、私は結構好きで、今年の新作の中では一押しです。はい。で、こちらも 39.5mm と 35mm の展開があるんですが、小さい方のモデルにはアラビア数字のインデックスがついていたりして、ちょっとデザインも変えてきてるんですよね。あとはクロノグラフなんかもあるので、結構な勢いでコレクションを増やしてきているのがわかりますね。ということで、レイモンド・ウェルのミレジムを見てきたわけですが、こういうヴィンテージ系のデザインの時計が話題になるっていうのは個人的にはすごく嬉しく思っていて、やっぱりここ数年ラグスポが強い年が続いたので、そろそろドレスウォッチも活躍してほしいなという気持ちがある中で、この価格帯でこういう時計が出てきたのはありがたいですね。ロンジンのマスターコレクションも似たような価格帯で方向性としては似ていると思うので、そのあたりのモデルがぜひヴィンテージウォッチ、ドレスウォッチの裾野を広げてもらえればと思っています。あれですね、ラグスポでいうところのモーリス・ラクロワのアイコンみたいな立場になると面白いのかなと思います。はい。それで最後に一つ宣伝なんですけれども、とりあえずこれでウォッチーズ&ワンダースの新作紹介動画は終わりにしまして、来週ですね、いよいよウォッチーズ&ワンダースの大反省会をやろうと思います。新作ベスト5みたいなのも紹介できればいいんですけれども、頑張って作ってみたいと思います。はい。あとコメントの返信できていなかったので、それもやります。みんな遅れてすまんかった。では今回はこの辺で。それではみんなあったかくして寝ろよー。